皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるのは、米中冷戦に打ち勝つためにアメリカがどのような動きをしようとしているのか、アメリカ議会の動きをご紹介しようと思います。今回ご紹介するのは、イノベーション及び競争法というアメリカの議会で通過した法案についてです。現在アメリカは米中冷戦のその真っ只中にあるわけで、その主戦場が一体どこにあるかといえば、それは経済戦争です。中国共産党の軍拡の方が気になるという方も当然おられるでしょう。しかし軍事力をいかにして伸ばしていくか、その根本にあるのはやはりお金なのです。そういった意味でも国力の上でも経済力というのは非常に大きな意味を持ちます。そして今回ご紹介するイノベーション及び競争法というのはまさにアメリカ自身の力をつけ、そして中国に対抗していこう、競争していこうということを明確に打ち出している法案だと言えます。アメリカは二大政党制の国であり、民主党と共和党という2つの勢力がいつも争っている状態です。しかし彼らにしてみても中国の動きを抑えなければならないということに関しては意見が共通していることをまずは念頭に置いた上で、議会でどのような法案が通ったのか、それでは記事を見ていきましょう。対中国競争力強化法案がアメリカ上院を通過。国内半導体産業に5兆7000億円の投資など、国家安全保障と経済成長の強化のために国内の科学研究と製造業に資金を投じるという米国イノベーション及び競争法がアメリカ上院を賛成多数で通過しました。この法案は中国の台頭を防ぐことが目的とされており、共同出筆者の上院議員は中国に対して攻勢をかける機会だとコメントしています。2021年5月18日に審議が始まったこの法案は計2400ページにも及ぶ超大型法案。中には無関係とみられる措置が盛り込まれていたため3週間以上にわたって議論が難航しましたが、超党派からの支持を得て68対32の賛成多数で上院を通過しました。内容は非常に多岐にわたりますが、主軸とされているのが国内半導体産業への投資、科学技術総局の創設、研究者と製造業を結びつけるテクノロジーハブの新規建設、国家主導の中国対抗政策など、世界的な不足が叫ばれている半導体については全世界の製造量の 75% をアジア勢が占めているという現状を脱するために、アメリカ国内の半導体製造企業に対して520億ドル、日本円で5兆6900億円が投じられる予定です。アメリカが危機感を深めているその理由として提示されているのがこのデータです。こちらは半導体の世界シェアの推移です。1990年 37% 程度あったアメリカの半導体シェアは現在においては 12% 程度、さらには将来的な予想としてはこれが 10% 程度まで下がるという見込みになっています。このアメリカのシェア低下の原因となっているのがアジアの台頭です。1990年代であればシェア 0% と言ってよかった中国のシェアが現在では 15%、 そしてさらには 24% 程度まで今後伸びていくだろうと予測されています。半導体のシェアがアジア勢が大きく伸びている理由としては、そもそも半導体を多く使用している地域という面も忘れてはなりません。なぜアジア地域のシェアが大幅に伸びていったのか、その背景にはそもそも半導体を使って物を作るというのがまさにアジアへと集中しているという事情があります。こちらは2020年半導体世界出荷額のその割合です。中国 34%、 北米 22% とある程度互角になっているように見えますが、実際問題中国における半導体の消費というものは非常に多いです。例えば世界のパソコンの 90% 以上が中国で製造されていますし、またスマートフォンなどについても世界の大多数と言ってよい 70% が製造されています。例えばアメリカの企業である Apple は iPhone シリーズのその主力工場はアメリカにはありません。 iPhone の主力工場は中国にあります。近年ではベトナムやインドなどへと生産拠点の分散化も図られていますが、どのみちアジアで作るというその姿勢それ自体は変わってはいません。また自動車について言っても中国の人口が非常に多いということもあり、半導体を多く使用している背景などもあります。そして大消費地である、そして半導体を組み込む製造の場としての中国やもしくはアジア地域というものがある以上、その周辺地域において半導体産業が非常に伸びたというのも一つの業界の流れだったわけです。科学技術関連としては人工知能、半導体、ロボット工学、高性能コンピューティングバイオ
業テクノロジーなどの先端技術を促進するため、連邦機関であるアメリカ国立科学財団の傘下にテクノロジーイノベーション総局を設置します。このテクノロジーイノベーション総局の新設に伴って、アメリカ国立科学財団に810億ドル、日本円で8兆8600億円の予算が割り当てられるだけでなく、国内大学のテクノロジーセンター及び研究所に主要重点分野の研究目的で100億ドル、日本円で1兆900億円の予算が、エネルギー省にはエネルギー関連の研究目的で170億ドル、1兆8600億円の予算が割り当てられます。また、製造業と研究者を結ぶテクノロジーハブをこれまで存在しなかった地域に設立することも決定しました。新たなテクノロジーハブの設置箇所については商務省の管轄となり、その予算である100億ドルについても商務省に任されます。国際政策面に関しては、同法案によって許可されたプログラムに中国の軍事組織が参加することを禁ずる、連邦通信委員会が中国政府の過度の影響を受けている事業体に建設許可証や放送局許可証を譲渡したり、割り当てたり、処分したりすることを禁ずる、孔子学院との協定を維持している高等教育機関への資金提供を禁ずるといった条項が盛り込まれるなど、対中国ということが明確にわかる内容。特にトランプ政権下で国家安全保障上の懸念があるとして禁輸措置を受けたファーウェイについては、ファーウェイがアメリカ及びその同盟国の重要インフラに対して継続的な脅威を与えていないと商務長官が証明しない限り、エンティティリスト、いわゆるアメリカ政府のブラックリストからの削除を禁じると記されており、共和党から民主党に政権が変わっても措置は変わらずといった状況です。バイデン大統領は今回の法案が上院を通過した一件について公式声明を発表。我々はアメリカの労働者とアメリカのイノベーションに対して長らく投資を行ってきませんでした。今回の法案はアメリカンジョブズプランとともに研究開発と先進製造業に世代を超えた投資を行うもので、重要産業の成長と将来の雇用につながります。イノベーションやインフラを強化することで、次世代のアメリカの雇用と製造業やテクノロジー産業におけるアメリカのリーダーシップの基盤を築けるようになるでしょうと述べ、同法案の下院通過に期待を寄せました。アメリカンジョブズプランは雇用創出、インフラ再構築、公共投資、クリーンエネルギーへの移行に関するもので、こちらも中国に対抗するという姿勢が一貫された計画となっています。アメリカの二大政党というのはアメリカの大統領選を見ればわかりますが、それこそ自分たちこそが正しいんだという主張をお互いすることによって、それぞれ国民の支持はさあどっちかといったことを問いかけるような政党です。ですから議会においてもそれぞれ自分たちの方が正しいんだという前提をもとにして政策論議を行いますから、どうしてもその主張というものが噛み合うことよりもむしろ議論が白熱し、そして双方がうまくいかないことなどもよくあることです。そういった意味において、対中国においては、両党合意の上で議会法案が通るというのは非常に今のアメリカがいかに中国に対して警戒感を持っているかということの表れだと言えます。そしてこのような中国に対しては明確にアメリカは対抗し、競争し、そして打ち勝っていかなければならないという点について、与党であろうと野党であろうと同意できるという点については、まさに日本が見習うべきところでしょう。さて、今回の法案というのは、イノベーション及び競争法という名前なわけですが、イノベーションという部分についてはまさに自国産業をいかにして強化するかという話です。力を入れるべき産業として、半導体、エネルギー、次世代通信、また宇宙開発など話なども盛り込まれています。そして競争法という部分について言っては、先ほども述べたような経済的な競争だけではなく、中国との競争において彼らのやっていることに対して明確にノーを突きつけるような政策というものも含まれています。アメリカには Google や Microsoft のようないわゆる世界的に名の知れたソフトウェア産業などもあるわけですが、今回の法案の中でも力を入れるべき産業として名前が挙がってきた製造業などについては危機感が漂っています。中国の台頭というのはアメリカにとってもまさに危険なものなのです。その原因の一つとして言われているのが、国家の関わりによってどれだけの資金融通がされているかという話です。中国は特定の産業に対して発展させることを目標にしています。例えば中国製造2025といった具合にして、自分たちが何年までにどの産業に対してどのくらいの成果を求めるかといった話などを中国共産党は国家目標の一つとして掲げています。具体的にどのような話か一つしましょう。
例えば、工場建設に数千億円がかかるとなれば、民間企業の場合だとそのようなお金というものをすぐに融通できるわけではありませんし、またそのようなお金を用意するということは、それなりの大資本があることが前提条件となります。しかし中国の場合だと、後発の企業でそのようないきなり巨大な投資をするのは非常に困難です。しかし、そのような場面に中国共産党の息のかかった政府系金融機関がまとまったお金を用意し、工場を建てることを可能にしてしまいます。融資されたお金の利子の返済というものがそれこそ非常に微々たるもの、もしくは非常に猶予期間が長ければ莫大な資金が必要な工場をすぐにも手に入れることができ、それによって商品価格の安いものを市場へと出すことができます。中国のメーカーというのはそういった後発の企業でもありながら、実際に動き出すとすぐに市場に安い製品をどんどんと出荷し、それによってまず売上というものを伸ばしていくことが第一歩としてあります。そしてお金がぐるぐる回るようになると何が起こるかといえば、その売上の中から研究者を雇い、機器の更新などを行い、徐々に会社を大きくしていくのです。そのような安かろう悪かろう、品質についてもさほどでもない、しかし出発点で非常に重荷が少ないわけですから、競争力としては十分なものを持って市場の中でシェアを食っていくというのが中国企業の一つの特徴だったわけです。これは民間企業だけの戦いの中に入っていくには非常に有利な条件だと言えます。このような政府が関わるような形で産業振興を行うその政策については、それこそアメリカ側からは不正な競争に当たるとして非常に強い批判の声が出ています。しかし中国側は、自国はあくまでも1人当たりの GDP などを換算してみれば分かりますが、我が国は発展途上国に過ぎないということを一つの理由として、このような産業へのテこ入れを正当化するような主張を行っています。だからこそアメリカはそのような中国のルール無用の動きに対して自分たちも積極的に産業振興のためにお金を注ぎ込もうという国家政策を持つべきだという考えへと舵を切ってきているわけです。また今回の法案ではそうした経済政策の競争だけではなく、中国に対する牽制する政策についても盛り込まれています。具体的には孔子学園と提携関係にある教育機関などに対しては資金提供などを禁止しますよといった法案などがこれに当たるでしょう。日本では孔子学園というと中国文化を学ぶ文化教室みたいな扱いをされることがあるわけですが、アメリカにおいてはそうした軽い扱いではなく、孔子学園というのはその存在が現地におけるスパイ活動の拠点となり、人や物、情報の中継地点になることが問題視されています。ですから見た目上文化教室をしていることそれ自体ではなく、そこに拠点があることを利用して中国が活動すること、それこそがまさに問題の本質なわけです。こうした危険性については日本ももっと自覚すべきでしょう。見た目上は何も問題ないように見えるけれども、そういった表向きだけの問題ではないというところをいかにして規制していくか、日本の直すべき点です。このようにこの法案そのものが通っていき実施されれば非常にアメリカの競争力発展には寄与するでしょう。しかしすぐに効果を出すようなものでは当然ありません。例えば半導体についていくら何兆円も投資していきますよという話をしても、それはあくまでも長期的な効果をもたらすものであって、数ヶ月以内に半導体の不足が一気に解決するようないきなりの効果といったものは出ません。しかし米中冷戦というものはそれこそ私は非常に長いものになると思っています。ですからこのような取り組みが継続的に行われることこそがまさにアメリカの発展、そして中国の追撃を阻止するためには必要な措置となるでしょう。今回の動きというのはまさに国家がどれだけ産業界にテこ入れするかといった話であり、中国側はすでにそういったことを今までしてきた上で覇権国家アメリカへと挑戦しようとしてきたわけです。そしてアメリカ自身もまさに民間企業に任せるのではなく、政府も積極的にこの戦いにと身を投じようとしているわけです。日本においても半導体産業をテこ入れするために数百億円規模の予算をつけて何とかしようと努力はしていますが、この産業というのは非常にお金が必要な産業であり、いかにして予算をやりくりして今のような数百億円規模ではなく、もっと思い切った額を定期的に継続的に投入していくか、そういった議論を日本はしていくべきでしょう。
アメリカの議会ではそれこそ与野党を通じてこうした国家戦略について非常に重要な話というものがされているわけですが、日本の国会ではこうした非常に重要な国家戦略についての話などをほとんど聞くことができません。与党野党その垣根を越えて中国に対抗して日本がどう国家戦略を描いていくか、そういった話し合いなども進めていってほしいものです。皆さんはこのニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。